皆さんはご存知だろうか。今もなお史上最も偉大な王として語り継がれる古代エジプトの伝説、ラムセス2世、通称ラマニー。今作はそんな男の子に迫った教育番組である。ちんちんクソでかいエジプトの一番南部にあるところでスーパーオナニーマスターベーション、それ以上に多分自分好きなんですよ。鼻息ふんふんで糖尿病になるんちゃうかってぐらい甘い味のないスポンジケーキ、あれは多分一生忘れへん、一生忘れないですよ。はい、エジプト南部アスワンに着きました。みんなお迎え付きですね。はい、僕はと言いますとアブシンベル神殿のツアーに参加しようかなと思ってて、ここにピックアップ来ます。それが朝4時から市内出ても今が8時半ぐらい、9時前ぐらいかな。なんでもともとね、夜中の12時に24時に着く予定やったんですけど、なんか欠航と便変更でこの時間になって市内行ってもしゃあないんで、ここでステイしようかなと。空港泊しようと思って寝床探してたらしっかり追い出されまして、カフェテリア行けって言われたんで今、探してます。いやね、みんなはお迎え付きでブルジョワ旅行って感じですね。まあカフェでも無理やったら最終野宿かなと、ここのカフェで渡してもらうことになりました。電源もあるじゃん。クソ暑いけど、おはようございます。今4時前、結構ギリまで寝てもうて、カフェのおいちゃんに起こしてもらいました。今から多分迎えると思います。4時間後、これがアブシンベル神殿です。アスワンからだいたい車で3時間半から4時間ぐらいかかりました。今が8時半、エジプトの一番南部にあるところですね。一番南部、ほんまにもうスーダンの国境境。これ右からラムセス2世、ラムセス2世、ちょっと崩れてるラムセス2世で、ここにもラムセス2世、ここにこの崩れた頭転がってます。これ建築したのがエジプト最強の王ラムセス2世です。ほんまにもう自分の力を誇示したいがためにもう自分の像ばっかり、相当ナルシスト。これすごいな。ちょっとこの辺に切れ込み入ってるんですけど、これ全部切られてるんですよ。切られて移設されてます。ダム建設のためにちょっと被っちゃうから移設しようよって言ってユネスコがそこで立ち上がって移設された。でそこから世界遺産の決めようねとか決まったらしいです。世界遺産の先駆けです。すごいなこれ。ちなみにここにね4体、1,2,3,4、反対側もね4体、これも全部ラムセス2世。ほんまに自分好き。このポーズがミイラのポーズらしいです。これ全部みんなやってます。でもよう見たらねちょっと顔違うんですよね。若干顔違う。すごいな。これ触っていいんかな。この石碑、この人がラムセス2世、安定の、もう覚えたっすよね、ラムセス2世。これがシリアとの戦争の時の壁画らしいです。戦勝記念壁画。この辺はもうほんまに勝った、俺勝ったで強いでっていうコーナーですね。ピラミッドとはまた違う凄さ感じる。小さい部屋が4つぐらい。これもラムセス2世の戦勝壁画。基本弓で戦って馬で、ここに援護で味方がいてます。こういう戦いをした後、これですね、これもラムセス2世。首根っこ突っ込まれてんのが敵ですね。踏まれながら殺されるっていう。片や踏んでこっちは首根っこ。だいぶ器用なラムセス2世。ラムセス2世なんでこんなん作ったんやってなんですけど、さっきの正面の像も全部ラムセス2世、中の像も全部ラムセス2世ってことはですよ、もう自分が王やっていうのを分からせたかったんですよね。誰にって、ヌビア村っていうスーダンのほぼ北部、ほんまにこの近くのところを制圧した時に、ヌビア村の人々を分からせるために、俺が王だよ、お前らの王だよっていうのを見せつけるためにこれが建築されたらしいですね。これがラムセスの王、キング。ラムセス2世じゃないラムセス王で、これが神なんですけど、もうあかん、ちんちんクソでかい神しか覚えてないな。でこれが真ん中がラムセス2世、一番左がイシス、3色3倍のイシス、2ゴッド1人。戦闘にこんなちんちんやったらもう話入ってこうへんけどね。
これが入り口からどんつきまっすぐガーっていったところにあるのがこの石碑4体。今もう人工的にライト用意されてるんですけど、年に2回だけ10月の22日と2月の22日朝日が当たります。これね、オリジナルのところ、その 60m 下ダム建設前のところであったら1日前らしいんですよ。10月21日と2月の21日で、一説によると10月21が出身生まれた日で、2月21日がラムセス2世王としての即位の日っていう風に言われてるんですけど、定かではない。こういうロマンもあります。こういう緻密な計算もしてるようなゴッドラムセス2世、すごいですね。こう考えるとやっぱり王として相当な権力持ってたんやな、改めて思いました。ほんまにエジプト最強の王らしくて、軍事政策政治的にすごい影響力を及ぼしてたらしいですね。はい、アブ・シンベル大神殿終わりです。すごい、絶対行くべき、マジですごい。で、今からラムセス2世の2番目の奥さんネフタリ王妃になるのかなの小神殿、大神殿隣にある小神殿、こちらでございます。ちょっとこじんまりはしてるんですけど、それでも間近で見るとでけえよ。右からラムセス、ネフェルタリ、ラムセス、ラムセス、ネフェルタリ、ラムセス。ここでもラムセス。4ラムセス2ネフェルタリ。オセロやったらラムセス2世の完封勝ち。全取りですね。こっちにも石柱柱が6個あるんですけど、ここはもう全部牛らしいです。これ全部牛の顔をした像が全部同じ。これがネフェルタリ王妃。手に持ってんのが鏡。めちゃくちゃ美人やったでおなじみネフェルタリ王妃。一番奥にある部屋ですね。真ん中にあるのが、これもともとハトホル神がいた石柱やったらしいんですけど、金やったらしいんですよ。金が崩れてこういうちょっと崩れた石柱になってるらしいです。もともと金やったらしいですね。これね、聞いててね、ちょっと可愛かったんですよ。これ真ん中、はい、おなじみラムセス2世。これネフェルタリ王妃。で、ここにハトホル神。で、ネフェルタル王妃が音楽かけて、ラムセス2世が花のオイル、ピュアオイルをあげてる、贈答してるシーンらしいです。大神殿があんなにしっかり作られてて、小神殿も軽くさっと見れるぐらいでめちゃめちゃいいですね。小神殿作ったのもラムセス2世と。ラムセス2世は相当ネフェルタル王妃のこと好きやったみたいです。それ以上に多分自分好きなんですけどね。っていう、僕が一番エジプト来て見たかったアブ・シンベル神殿、ラムセス2世のスーパーオナニーマスターベーション神殿。もともとアブ・シンベル神殿っていう名前じゃなくて、アブ・シンベルっていう少年がこの遺跡見つけたことによってそういう名前が付けられたらしいです。はえーって感じですよね。人多いですけど来んのがね、ほんまに不便なんで日帰りでいいと思いますね。ほんまにツアー組んでもいいし、乗り合いバス乗ってもいいやろうし、一泊すんのも全然いいと思うんですけど、他がね、アブ・シンベルの村も通ってきたんですけど、時間潰せるんかなと、全然一泊してもいいなって感じですけど、一泊するんやったら僕ピラミッドかな。ピラミッドのところで見るの方がいいかな。時間に余裕ある人やったら全然泊まっちゃっていいと思います。安いしね、宿めっちゃ安いです。割とおすすめ。ここはマジでおすすめです。ピラミッドぐらい感動しましたね、僕は。これ全部切られてるんですよ。切られて移設して、上の山はユネスコさんらしいです。作られた山らしいですけど、ほんまにすごい。はい、今アスワンのバスステーション取ってカイロまで夜行バスで行く予定やったんですけど、大トラブル、チケット取れてない可能性。支払いはしてるんですけど、仲介会社からのチケットが届いてなくて、バス運営してる会社にも予約行ってないっていう状態で今ちょっと話してます。At 4, okay? Thank you very much. 結果論で言うとツアーで良かったな。なんでかっていうと、ツアー一緒に回ってたおいちゃんが夜行バスの事務所一緒に探してくれて来てくれて、予約できてないっていう話発覚して、いろいろ話してくれて乗れることになって、マジで感謝ですね。次は一回カイロ行って、カイロから飛行機でイスタンブール、トルコ行きます。これに乗ります。朝6時カイロ着予定。無事カイロ着きました。14時間約640キロぐらい。カイロ7時38分。昨日の昼から何も食べてないんで、適当に探して空港向かいます。
夜行バスで休憩あったんですよ。休憩所で、カメラ回したんですけど取れ高なくて戻ってきて、携帯カバンに入れて南京錠せんなあかんなと思ってそのまま寝落ちしちゃってたんですよ。さあ5時ぐらいに起きたらないと。なくなってて、隣にいたエジプト人がなんでか知らんけど通路挟んで後ろの席に移ってたんですよね。もう絶対あいつやんと思って、もう何を探してどう探してもなくて、やばいやばいやばいで、もう座席の下もない、絶対こいつやと思って言ったら一緒に探してくれて、僕の席の壁側挟まってて、もうほんまに申し訳ないなと思って疑いながら、もう鼻息ふんふんで、お前絶対撮ったやろみたいな感じのニュアンスで言ったら、俺撮ってないよ、おい一緒に探すよって言って、もう感謝感謝。英語できない人やって、僕もアラビア語できないんで、ごめんねありがとうと言っときました。で歩いてたらうまそうな店あったんで、ちょっとまたあっち行きます。エジプト最後のチキワシャ、マジで外れないです。チキンワシャルマ、パプリカ、この辺にね白いソースかかってたりとか、あとおいちゃんがめっちゃ優しかったです。ケバブタイプが一番美味しい気がしますね。ワシャルマって多分こういうコッペパンタイプなのかな。そんなお湯いくのなんやろ。まず第一パンがまずい、バハバハ。チキンもねこんな大して美味しくないですね。カイロのホテル近くで食べてたサンドイッチ2店舗が美味しすぎたんかもしれないですけど、ジモティーが結構いた割には大体同じ味ですね。スパイスでマリネして焼いて、なので55エジプトポンド160円ぐらいです。まあいい朝食にはなります。ちょっとさっきのところから歩いて 2,3 分のところになんかヤバそうなお菓子屋さん見つけたんで、ちょっとデザートで着色料ガン使いの、こんなん絶対食いたいと思う。もう香ばしすぎる。これなんかゲロみたいなやつ、まずそう。味のないスポンジケーキ、クリーム塗ってないスポンジケーキ、まんま食べてます。で上のなんかソースみたいなやつが味ない、ほんまにスポンジ。次このゲロみたいなやつ食べます。このね白い部分が米で、多分ちょっとねヨーグルト系なんかなと思ったんですけど、これも味ないです。ほんまに無味。ジョロっとした米の粒も潰れてるんで、食感としては最悪です。でこの真ん中のやつがゲロ甘、むちゃくちゃ甘い。でこれ単体で食べたら糖尿病になるんちゃうかってぐらい甘いんで、多分これと一緒に食べるってやつやと思います。だからね特に美味しくもないしまずくもない、食べれる味って感じ。まずいよりの普通。はい、食べ終わりました。お腹もいっぱいになったんで、今度こそ空港向かいます。風呂入りたい。空港向かいます。では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 。はい、じゃあ今回行ってきたエジプトの総括していこうかなと思います。まず1箇所目に行ったカイロ、カイロ市内の感想としては、うるさいっす。めちゃくちゃ忙しい、日本でいう、ザ東京って感じの、ほんまにひっきりなしに車おるわ、クラクション鳴らしてるわ、すごいうるさいんですけど、ちゃんと助けてくれるって言ったらあれですけど、分からんことあったらすぐ聞いても教えてくれるし、でウーバーもすぐ捕まります。であとチップも要求はされるんですけど、断っちゃえばいい話なんで、大したことじゃないなっていうのと、通信関係は、場所によっては繋がりにくいです。多分まだ進んでないのかな、良くない時もありました。でご飯も意外とそこら中にあるし美味しい。全然なんかもっとご飯に関しては全然期待してなかったんですけど、期待してなかった以上に美味しかったっていうのがありますね。そのサンドイッチであったりワシャルマもそうやし、アイスも美味しかったです。で動くなら朝か夜、昼は動かん方がいいと思います。夏は今6月中旬なんですけど、動かん方がいいですほんまに倒れます、焦げます。で、次に観光地、カイロで行った観光地の総括なんですけど、エジプト考古学博物館、ティア表でいうとこれ A ティアですね。もうテレビで見てきたツタンカーメンとか、あとアヌビスのあれ像とか、生のミイラ、中身が入ってる生のミイラ、棺桶しかり、結構いろんな、もうすごい見応えありましたね。あれドア玉で行っちゃったんで、他のやつが霞んで見えるぐらいちょっとすごかったです。で、市内からのアクセスもめちゃくちゃ良くて、僕今回ほんまにカイロのほんまに市内のところど真ん中ぐらいに泊まったんですけど、ほんまに歩いて10分ぐらいで行けるし、市内からもほんまに歩いてすぐ行けるぐらいの距離にあるんで、もうそこら辺も加味してベリーグーですね。あれはいいです。でその次に行ったハンハリリ市場、ここはね
ティア表で言うと C ですね。まあいかんでもいいって思っちゃいますね。初めて行くんやったら全然いいと思うんですけど、ほんまにザ観光地、観光客向けの市場なんで、押し売り当たり前やし、値段交渉、どの市場でもそうやと思うんですけど、当然で、今回僕も半張り入り市場で買ったのは買ったんですけど、言われた値段の10分の1、多分もっと下げてたと思うなっていうぐらいの金額設定なんで、それでも高いなと思って。で、あと人がごった返してるんで、割と疲労感めっちゃたまるですね。疲れがすごいきます。で、あと汚いそれは知らないですけど、路地裏行った方がおもろいですね。路地裏行った方がまだちょっとね静かになるし、ちょっとディープな感じの生活見れるかなっていうのはあります。ティア C、行くん、別に行かんでもいい、時間空いたら行っていいぐらいな感じです、イメージ。で、次ムハンマド・アリー・モスク、ウーバータクシー使って15分20分ぐらいかな、100円200円で行けるんで、全然もうこの辺は全然 OK なんで、むちゃくちゃいいですね。これはめちゃくちゃいい。エジプトカイロ切ってのモスク、しかも高台にあるっていうので、モスク楽しんだ後にカイロの市街地も一望できる景観もあったりとか、この辺もすごい面白いし、であれそもそもが全部城壁で囲われてるんで、城壁ぐるっと見つつモスクも楽しめるんちゃうかなと思います。これでムハンマド・アリー・モスクはティア A で、雰囲気も結構しっかりゆっくり動いてるって感じの静かな感じ。タクシーの押し売りとかはいるんですけど、別に無視でいいんで、比較的落ち着けるスペースもあるなっていう風な感想です。で、次ギザは今回昼過ぎに行って、実質1日ぐらい市内行きました。ほんまにピラミッドの前以外、探せてないだけかもしれないんですけど、そんなに行くとこないです。やることないです。ザ・ピラミッドに特化してるところやなっていうのが印象。ギザ市内市街地には入ってないんで、ピラミッドの近くで散策しただけなんで、こういう感想なんですけど、昼間動くとやっぱり観光客目当てのすごい量います。カイロの日じゃないぐらいいます。子供が多いですね。で、子供にワンマニーって結構言われたりとか、断れる人は基本無視でいいと思います。で、ギザピラミッド目的やと思うんですけど、絶対泊まりの方がいいですね。日帰りは多分もったいないです。というのもサンセットは絶対見てほしい。多分ね、僕一生忘れへんと思うんですね。ピラミッド6月に行ってるんですけど、太陽の沈みで時期的に位置は変わると思うんですけど、ピラミッドに夕日が沈んでいく、あれは多分一生忘れへん、一生忘れないですよ。ピラミッド、これティア表は間違いなく S、 ピラミッド、スフィンクス間違いなく S ですね。これはもう絶対行くべきです。無理してでも行くべきですね。ちょっと若いうちに、体がしんどくないうちに本当に行くべきですね。もうタクシー、馬、ラクダ、押し売りとか結構いっぱいいるんで、断るのもストレスかかると思うんで、体力あるうちに絶対行ってほしいですね。ほんまに良かった。みんな YouTube 見通し、こんなもんやろなやと思うんですけど、生で見たらマジで違います。ほんまにすごい。で、体力あるうちに行った方がいいっていうのもう一つの理由があって、クフ王の中の王の間がすっごい坂なんですよ。で、僕今このピラミッド見てから2日経ってるんかな。足めちゃめちゃ筋肉痛です。めちゃめちゃ筋肉痛です。ガチガチまで行ってるんで、中腰で進んだりとか、あと中の湿度やっぱすごいんで、暑いんで、ちょっと体力あるうちに行った方がいいかなと思います。その次、ギザからの大エジプト博物館、これはティア表 B で、ですかね。時間あったら行くぐらいでいいと思います。今現状2025年の6月の現在なんですけど、メインどころまだ考古学博物館、カイロ市内にある博物館に山ほどあるんですよ。で、同じもんばっかり、小道具、食器系とかの小道具とか、すごかったのはすごかったんですけど、今の値段出すぐらいやったら考古学博物館だけでいいかなぐらいですね。それが今順番に移してる最中なんで、その展示品の質によっては逆転するとは思います。アクセスもタクシーでピッと行ける距離なんで全然いいと思います。ここまでがカイロ・ギザの総括です。アスワン、アブシンベル神殿まで行った総括なんですけど、アスワンはもうほぼ寄ってないです。バス停行くぐらいに市内見たぐらいなんで、全然ちょっと総括っていうか、喋れるほどいてないんであれなんですけど、アブシンベル神殿はティア表で言うと、ごめんなさい、ひいき目込みで A です。むちゃくちゃ良かった。もう神殿自体はほんまに良かった。神殿だけで言うと S、間違いなく S。ただ立地が悪すぎる。
ほぼね、回路がこうあったらアブ・シンベル神殿もうね最南端になるんですよ。アブ・シンベル神殿から回路まで1000キロあります。でアブ・シンベル神殿まで直通で行くのは相当時間的に都合が良くないとしんどいんで、行ってほしいですけど、めちゃくちゃ行ってほしいですけど、まあちょっとしんどいんで、アクセスが悪いっていうのがネックかな。僕のちょっと調べ不足かもしれないんですけど、ちょっとそこは反省点やなと思いました。以上エジプト編の総括感想でした。今からトルコに行ってきます。バイ。出来たてのポップコーンはいかが？ブルドーザーど真ん中。やばすぎ、高すぎ。ちなみに当然のことながら県外です。こんなん間違いないですよね。マジでうまい。マジでうまい。